皆さんこんにちは、みさとです。ここは大阪メトロ御堂筋線の難波駅です。中本行きに乗って一駅大黒町で下車。ここで四ツ橋線に乗り換え。どこへ行くのかというと、ニュートラムのフェリーターミナル駅に向かっています。大黒町駅で乗り換えたのは以前の動画で、ここで乗り換えた方が便利と教えていただきました対面乗り換えでしたね。フェリーターミナルへ向かうということは、今回の動画はもうお察しかと思います。名門太陽フェリーに乗ります。住之江公園駅で降りてニュートラムに乗り換えです。乗り換えのはずでしたが、この時寝ぼけていたのか改札を出てしまいました。一瞬考えてすぐさま改札にまた入りました。暑さの影響で頭が回っていないのかも。ニュートラムに乗り換えてフェリーターミナル駅で下車しました。駅の改札を出まして南港フェリーターミナルへ向かいます。去年もこのフェリー乗ったよねと思われる方もいらっしゃるかもしれません。前回と違って今日は遅い出発の19時50分の便で北九州門司港へ行きます。19時50分発の乗船開始は18時30分からとなっています。17時発の便は1時間前乗船開始だったので、その便よりも20分ほど早めに乗船できます。フェリーターミナルの待合室に入るとこんな感じ。時間は18時30分を過ぎたばかりで乗船が始まっていますが、出港まで1時間20分もあるからか皆さんゆっくりされている模様ということで乗船します。スマホで QR コードを表示させて係の方に提示します。長い乗船通路に入り歩きます。新門司19時50分発の方へ。タラップを渡るところで夕焼けの景色が見れました。金曜ロードショーな風景。こうしてフェリーに乗り込みます。今日利用する船はフェリー福岡。船内はすでにたくさんのお客さんが乗船されていました。左の方はレストランの行列です。乗船してすぐのフロアは6階です。私の今夜の部屋は D の41のエリアにあります。とりあえず部屋の方に向かいましょう。前回乗船した北九州2だとこの付近に女性の浴室がありましたが、今回の福岡は少し新しいフェリーで似てはいますが若干レイアウトが違います。ちなみに今日はプライベート S という個室です。通常はドライバー専用になっており一般発売されておらず、この先へは入れませんが、3連休とあって物流が少ないためか発売されていたのを利用しました。今回は少しレアな個室を利用します。お部屋は D41 の3号室です。鍵は最初から開いています。右にベッド、左奥に机と椅子、鏡が見えます。ドアの横の壁にテレビがありました。ベッドはこんな感じ。ドアの横に鍵がかけられています。その下に照明のスイッチ。ハンガーはこことここの2つあります。天井には照明が2つとエアコンの吹き出し口。エアコンの調節は開閉のみのようです。枕はこんな感じです。柔らかすぎず硬すぎずちょうど良い感じでした。お布団です。寝台特急サンライズのソロやシングルと同じような感じです。テレビのリモコンをオンしてみます。つけると船の案内ビデオが流れていました。テレビ放送も入ります。地上波と BS が見れました。さて出港前ですが、レストランの営業が始まったので夕食を食べに行きました。19時50分とかなりゆっくりな出港時間なので早めに乗船できて食事ができます。営業は21時30分までなので早めの方がいいかなと思いました。ちなみに夕食だけだと大人2000円、朝食の大人が800円。今回も夕食と朝食セットの2600円にしました。クレジットカードや電子マネーも使えました。
レジでこれをいただきました。先にテーブルにこれを置いて席をキープしてから食事を取りに行きます。おかずを少しずつ取っていくのも楽しいひととき。一通り入れました。ちょっとずついろんなおかずが楽しめます。テーブルに戻りました。それではいただきます。いつも言ってますけど、フェリーの中でこうやってのお食事は美味しさが倍増しますね。いろいろいただけて満足してごちそうさまでした。食後のコーヒーと杏仁豆腐もいただきました。コーヒーが揺れていますが、19時50分を過ぎて出港しました。出港した後、まだ席に余裕があったレストランが急に混んできました。食器を返却してレストランを後にします。席をキープした札はレジ近くのここに入れるそうです。食事の後、案内所にあったパンフレットをいただきました。これによると、明石海峡大橋通過時刻は21時5分。その他の本線連絡橋の通過時刻はご覧の通りです。明石海峡大橋まであと1時間ほど。その間に船内を少し回ってみます。階段を上がって7階へ、そしてデッキに出てみます。ちょうど放送で大阪・関西万博会場が見えると放送がありました。大屋根リングが光っているので分かりますね。ちなみに外は相当風がきついです。反対側は風はマシでしたが、音がうるさく、大阪・神戸の夜景も見えないからか人は少なめでした。船内に戻ります。中に入ってすぐ浴室がありました。夜間の入浴時間は24時まで、出港前の18時半から入れたのですね。翌朝は6時から入港10分前までだそうです。ちなみにやや混雑と出ています。今からお風呂に入ると、入っている間に明石海峡大橋通過になりそうなので後にします。そして21時少し前にデッキに出てみました。じっと見ていると、明石海峡大橋のイルミネーションの色がレインボーになっていくのが分かりました。どんどん近づきまして通過しました。この後お風呂に入りました。利用状況は混雑になっていましたが、ロッカーはまだ 2,3 個空きがあり、浴室に入っても洗い場も一つ空いていてスムーズに入浴できました。お風呂上がりに売店でアイスと水などを購入。アイスを食べてまったりします。このアイス、新幹線すごく硬いアイス並みに硬く冷えていました。この個室はテレビも見られるので退屈しません。地上波は電波が弱いとワンセグに切り替わる仕様です。携帯の電波は途中で圏外になるので Wi-Fi につなぎました。Wi-Fi にログインしなくても船の位置情報を見ることができます。テレビがない設備でも今どこにいるのかわかりますね。枕元には手元照明とコンセントがあります。そろそろ0時を過ぎて日付も変わりました。それではおやすみなさい。おはようございます。時刻は5時26分。フェリー福岡は山口県と愛媛県と大分県の中間あたりを航行中です。身支度を整えて6時過ぎに部屋から出てみました。船内をちょっと見てみます。ゲームコーナーがあります。こちらは自販機コーナー。ドリンクやアイスの自販機、電子レンジにカップヌードルの自販機がありました。こちらは海を眺められるパブリックスペースのプロムナード。ここでお弁当を食べておられる方も多かったです。この場所は記念撮影スポット。売店と案内所ですが、まだ6時過ぎでシャッターが降りています。お風呂以外は6時40分営業開始です。キッズルームに貴重品ロッカー。この貴重品ロッカーは無料で利用できます。コインロッカーは
大中小のサイズがあります。白いロッカーは冷蔵ロッカーです。大が300円、中が200円、小が100円、冷蔵ロッカーが200円でした。ロッカーに入らないものは案内書で500円で預かってもらえるそうです。こちらはテレビコーナー。レストランは6時40分営業開始で準備中でした。さて6階から7階に上がってみます。こちらはファーストスーペリアの個室。カプセルタイプのツーリストの部屋があります。共用シャワーがあるのも7階です。この部屋は展望ラウンジ。夜はたくさんの方が利用されていました。7階のテレビラウンジです。それでは朝のデッキに出てみます。今まで夜行フェリーに乗っても朝早い時間に着いてしまう便ばかりだったので、朝の明るい時間にゆっくり海を眺められるのは初めてです。進行方向右が山口県側です。船尾が東側で太陽はすでに昇って1時間ぐらい。雲の中に隠れています。こちら進行方向左が四国愛媛県側です。さらにデッキの階段を上がって8階へ。朝はデッキに出ている方は少なめです。前方に同じ方向へ向かって航行中のフェリー。この船は阪急フェリーのようですね。神戸から新門司へ向かう便のようです。名門太陽フェリーのライバルなフェリーですね。朝まったりとこんな景色を眺めながら過ごす時間もかなりの贅沢な過ごし方ですね。船内に戻りまして朝食の列に並んでいます。6時半より少し早めに列は動き出しました。昨日の夕食とセットで買った朝食券です。朝食券を渡して昨日と同じように予約席の札をいただいて先に席を確保です。営業開始でこんなに混みます。正直朝食は欲張って取りすぎました。朝は海が見える席にしました。海を眺めながらの朝ごはん、贅沢なひとときですね。今の船の位置はこの辺りです。時刻は7時5分。山口宇部空港が一番近そうですが、この距離だと窓を見ても海しか見えません。陸は見えませんが貨物船は見えました。取りすぎてしまいましたが、なんとか完食。ごちそうさまでした。食事の後は景色が眺められるこちらのスペースへ。ここに座ってスマホを眺めたりしていました。先ほどのレストランで確認しましたが、船の今の位置だと携帯の電波が入るのが分かりました。私の個室は船の真ん中付近なので電波が入りづらく、なのでこの位置にいました。Wi-Fi もありますが、1回あたり30分の接続制限で3回までの利用となっています。プロムナードにしばらくいると新門司港が近づいてきました。まもなく到着なので個室から出ます。忘れ物がないか確認します。下船時はプライベート S の鍵はここにかけたままにしておきます。ロビーに出ると下船待ちの大勢の人でした。レストランまで伸びる下船の列に並びます。下船が始まり、前の人について行きます。一晩お世話になりました。フェリー福岡を離れてタラップへ。九州に上陸です。エスカレーターを降りて外に出たらバスが待っています。バスは3台待っていました。荷物を預けましてバスに乗り込みます。座席がいっぱいになりバスは発車。バスは門司駅を経由して小倉駅まで行きます。フェリーターミナルと門司駅の間には峠があり、少し山越えをする感じです。20分ほどバスに乗ります。JR 鹿児島本線下のアンダーパスを抜けて突き当たりで海が見えました。対岸に見えるのは本州下関ですね。
レンガ造りの港町らしい雰囲気を見ながら JR 九州鹿児島本線の門司駅に到着。私はここで降ります。ありがとうございました。荷物も受け取りまして、小倉へ向かうバスを見送ります。ということで、大阪南港から福岡県の門司駅に到着しました。今回利用の便は朝8時半とゆっくりとした時間に着くので、起きてからの時間を楽しめました。現地で時間に余裕があるときはこういうダイヤの便を選んで、明るい時間の船旅を楽しむのもありですね。ということで、今回の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。